こんにちは、アンナスです。今日は、ロング&ショートステッチのコツみたいな話をしたいと思います。ロング&ショートステッチってなんか多分いろんな動画をもう出しまくってるので、いろいろ散々見てくださってる方がいらっしゃると思うんですけど、あんまり最近言ってなかったなと思ったので、この話をしようと思いました。それでは手元の方にどうぞ。はい、ロング&ショートステッチなんですけど、ロング&ショートステッチっていうのはこういう面積が広い部分をサテンステッチでやるとちょっと糸が長すぎるっていう場所を何回かに分けて刺すステッチなんですね。だからパッと見なんかこうつるっとした一つの面に見えるんですけど、よく見るとちょっとずつついでるんです。半分やってでまた半分やってとか、もっと広い面積だったらもう何回も何段階にも分けてちょっとずつ刺していったりするステッチなんですけど、丸いものとかなんか割とこうまとまっている面積を刺すことが多いんですが、例えばなんかリボンの端みたいにこうなんかこううねうねしてるものをロング&ショートステッチで刺すっていう時も出てくると思います。私だったらこれ横でサテンステッチで全部埋めちゃうんですけど、でも物によってはこれをこの向きでロング&ショートで埋めないと質感が出ないっていう時もたまにあったりとかするので、ちょっとね作例が今のところなかったんですけど、ちょっとやってみます。ロング&ショートステッチですね。名前の通りロングとショートを作ります。今日はちょっと玉留めで始めてます。で、長い短いを作っていくんですが、1段目はなんとかなると思います。こうやって長い短いを作っていってロングとショートですね。で、サテンステッチでいけそうなところはサテンステッチで埋めていくので、線から線にもう普通にザクッと刺していきます。で、上もこんな感じで埋まりましたね。で、ここがものすごい長いので、ここサテンステッチでやるわけにはいかないんで、ちょっとずつついでいくんですけど、ザクッと刺します。ここまではロング&ショートステッチの基本的な説明をしてますね。で、こっち側重なる予定のところもジグザグにしないといけないので、長いのとか短いのとかを入れつつ、刺す場所もいろいろなんかすごい右だったり、ちょっとさっき右の方に入れたから今度左にしようとか、でまたサテンステッチでいけそうなところはサテンステッチに戻していきますっていう感じで、こういうなんかこう複雑な形を刺す時に基本的にはこういう風に刺すんですけど、結構ね形に惑わされるんですよね。こういう流れになるから気づかないうちにだんだんこうやってちょっと斜めの継ぎ足し、ロング&ショートの続きがどんどんこうやってね斜めになっていっちゃうんですよね。でもこれは良くないです。なんでかっていうと、パッと見た時にやっぱりこのバラバラ感が出る刺繍糸のその向きが揃ってないと結構バラバラに見えるので、ちょっと絵で描くと分かりやすいかなと思うんですけど、これなんかジグザグ、波みたいな、ジグザグでもないですね、波みたいな感じの絵があったら、こう全体的にはこの向きで頑張って刺していこうって思うんですよ。だからこの波に惑わされずに最初のステッチこうやって入れましたよね。でこうやって入れて、サテンもこう入れて、でまた次も頑張ってこうやって入れてるんですけど、これをもう心を強く持ってって言うとね笑われたんですけど心を本当に強く持って平行にしていかないと、だんだんなんていうのかな、漫画の掛け網みたいな感じでなんかちょっとずつこうやって向きが
変わっちゃうんですよね。気づくと。これ私も結構やりがちなんですけど、気をつけないとこういうことになるんですよ。これじゃなくてこっちみたいに全部形に惑わされないで平行にずっと刺していくっていうのが理想的なんです。これでもなんかちゃんとそのなんていうのかな、リボンのこのひらひらの部分だったりとかっていうのが分かれば問題ないんですけど、なんかこれをやるとステッチがつるっと綺麗にいかないんですよね。これどれもロング&ショートっていうのは必ず平行を保っていくものなんですけど、こういうね形がいろんな形で複雑になっているものっていうのは結構これに持っていかれがちなんです。だから気持ちを強く持って平行にまっすぐ刺していく、はい、平行を心がける。ちょっと惑わされそうな方はなんかチャコペンとかでちょっとこう線引いといてあげてもいいですけど、そうやってやっていくと面が綺麗に埋まるので、ちょっとあれですね、コツみたいな話になるんですけど、よかったら心を強く持って心がけて刺繍してみてください。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。それではさようなら。